この動画は過去動画の再放送です。途中紹介されている別動画は現在アップされていないものもあり、リンク切れしている場合がありますが、ゆっくり再アップしていきますのでお待ちくださいね。それではご覧ください。こんにちは、斉藤直樹です。今日はリスナーさんの質問にお答えしていきます。中田淳二さん、17歳、男性からの質問です。はじめまして、去年の8月から楽しく動画を拝見しております。斉藤直樹のもったいないイラスト添削講座、うまく描くの禁止、辛くないイラスト上達法、2点ほど購入し、大変参考になる中、一つの疑問が浮かびました。質問する内容は、プロの場合、需要のある絵、相手を喜ばす絵を知るにはどうすればいいでしょうかという質問です。最初は誰でも好きな作品を描くという気持ちから始めると思うのですが、ある程度相手の評価が欲しいとき、自分の描きたい気持ちを抑えて相手が喜ぶ絵を提供する。個人なら相手に直接聞いてその要望を答えたらいいのですが、プロの世界で生きている方々はどうやって自分の絵が必要とされていると判断して絵を描いているのか不思議に感じています。 YouTuber の最初のキャッチフレーズは好きなことで生きていくでしたが、今参加しているほとんどのユーザーはそんなフレーズを真に受けて配信していないのがよくわかります。漫画家には担当編集者がつき、その人の作品はどのような方向に持っていけば売れるのか模索するのは想像はできますが、イラストレーター個人が個人を客観視して相手のニーズに応えていくのは至難のことではとも考えてしまいます。僕は今のところ趣味止まりで絵を描いていますが、それだけでは自己満足で終わってしまいそうで、絵を描かなくなる自分が怖いのでこのような質問をしました。長くなりましたがご質問にお答えいただけることを願っています。よろしくお願いしますとのことです。中田さん、ご質問ありがとうございます。中田さんのコメントからものすごく的確によくリサーチされていることを感じました。イラストレーターも YouTuber も好きなことで生きていくというある意味理想的なキャッチフレーズに騙されてはいけない。プロとしてやっていくためにはある程度自分を抑えて需要のある絵、需要のあるコンテンツを作っていくことが重要。その中田さんの分析、そして相手が喜ぶ絵をどうやって知って、そして自分の絵柄にどうやって反映させていったらいいのかという質問内容もものすごく的を射ているように感じます。さて、もうね、結論言っちゃいます。イラストの需要を的確に分析し、人気絵師になっていくにはどうすればいいのか。その答えはですね、いろいろな状況で自分の絵を見てもらい、その反応を観察すること、そしてその結果客観性を身につけることが大事です。ちょっと長かったんでもう一回言いますよ。いろいろな場面や状況で自分の絵を見てもらい、その反応を観察すること、そしてその結果客観性を身につけること、これが必要です。この2つが実現できればですね、誰でも人気絵師になれます。それは趣味であろうとプロであろうと変わりません。これを聞いただけだと少し抽象的で分かりづらいと思うので、もう少し具体的に詳しくお伝えしていければと思います。具体的には次の3つのことをすることで今言ったような能力は身につくと思います。不特定多数の人に作品を見せる、第1段階。プロの人に作品を見せる、第2段階。依頼者に作品を見せる、第3段階です。順番にお伝えしていきますね。不特定多数に作品を見せる、第1段階。まず人気絵師になるために何を置いてでもまずやらなきゃいけないことは、不特定多数の大人数に自分の作品を見せるということです。そしてその反応を観察すること。これなくして人気の絵師になることはほぼ確実にできません。こういうことを言うと、そんな不特定多数の人に見せる環境なんてプロじゃないんだから自分にはないよって思う人もいると思うんですが、それはね、もう今の時代には言い訳ができなくなっちゃいました。確かにプロの方がいろいろな環境で作品を見てもらう機会が増えると思うので、より判断材料が多くなっていくことはあるんですが、プロじゃなければそれが叶わないかといったら、今の時代はそうでもありません。それは Twitter や Pixiv、インスタなどといった SNS 環境が当たり前になった世の中だからですね。そういった SNS をうまく活用することで、不特定多数の大人数にアプローチ、作品を見てもらえる環境というのは誰しもが簡単に手に入れられるようになりました。あとはその勇気があるかどうか、その一点だけが問題なんです。そして人気が得られるかどうかに関しては一番顕著に
に数字に反映されます。Twitter であれば、いいね数やリツイート数がまさにそれだと思います。その数字を受けてね、自分の絵にはあんまりいいねつかないって気に病んじゃうことを考えると、あんまり気にしすぎるのも良くないっていう側面はあるんですが、まずは大前提として人気のあるなしがこの数字に顕著に反映されるという事実はそのまま受け止める必要があるとは思いますね。そしてその量を推し量るのに一番お手軽なのが Twitter などの SNS というのは間違いないでしょう。まずは自分の作品を多くの人の目にさらして、自分の作品にはどのぐらい見た人たちが反応してくれるのか、その反応を観察するのが大事なんです。そこで反応が薄い期間が続くのであれば、そうですね、僕の場合だったら1000いいねいかない期間が長く続いたら、あくまで現時点でですが、自分の作品にはあまり反応してくれるだけの魅力が足りないんだなって判断します。その場合にはどの部分を変えていけばいいねがつきやすくなるんだろうって自分の絵の中から変更する点について考えてみたり、いいねやリツイートがたくさんついている他人の絵を見て自分の作品に応用できる部分がないかどうかについて頭を巡らせてみますね。確かにね、多くの人に自分の絵を見てもらうことって結構怖いです。でもそれをやらないことには改善点って見つかりません。それにむしろですね、改善点が最初からない人なんていないんです。今はね、もう神絵師っていう風に言われている人だって最初はね、そういう模索の期間があったはずなので、それを考えるとむしろ人に見せるのを躊躇して改善点が見つからない期間が長くなってしまうことの方が怖くないですか？中には自分の作品を人に見せるのが怖いからといって代わりにね、誰かの作品をたくさん見てそれについての批評を繰り返すことで実力をつけたと勘違いしてしまう人がいます。もちろんね、自分の目を鍛えるという意味でいろいろな人の作品を観察するのはすごく大事なことなんですが、これですね、実は観察と表現って全然別物です。なぜかっていうと、良い作品を見たからといってそれを自分も表現できるのかって言ったら絶対そんなことはないからです。あなたは良くも悪くもあなたの作品しか作れません。表現っていうのはそういう制約がある中で自分が伝えたいことと世の中の人が受け取りたいこと、その接点を探すような作業だからです。他人の作品をね、いくら見てもその接点って永遠に見つかりません。だって自分でアウトプットしてないわけですからね。それは当然ですよね。それにですね、あなたはそのアウトプットを繰り返していく中で気づくはずです。自分で捉えている作品のイメージとその作品を見た他人の感想との間ではかなりギャップがあるということ。例えばね、自分が綺麗な作品を作ろうと思って綺麗なイメージで作り上げた作品を他人に見せるとするじゃないですか。でね、もう見た人はわー綺麗って感動すると思ったらこの作品めっちゃ面白いね、笑えるなんて自分が思ってもみなかったことを言われることって結構あります。今のは極端な例ですが、世の中の人たちの反応を見てみないと本当に客観的には自分の作品はどういう作品なのか、自分にはどういう作品を作ることができるのか、向いているのか、自分自身でも正しく認識することすらできないんですよ。僕が最初に言ったいろいろな場面や状況で自分の絵を見てもらい反応を観察することが大事だよって言ったこの反応を観察するっていう部分がまさにこの部分です。いいね数だけじゃなくコメントについても観察してみて、自分が思っても見ないようなコメントがついていないか注意して観察してみるのもいいと思います。1個か2個ぐらいの意外なコメントだけだったら、そんなに気にする必要はないと思うんですが、意外なコメントがたくさんついているようであれば、自分自身で抱いている作品のイメージが世間とずれている可能性が大きいので、改めて自分の作品を見直す必要があるかもしれません。不特定多数の人に SNS などを通じて作品を発表して、いいねの数やコメントを見て自分の絵の改善点を模索すること、これが需要がある絵を目指す上で誰しもが取れるファーストステップ、第1段階目だと思います。プロの人に作品を見せる、第2段階でね、ここまで聞いてこう思った人もいるかもしれません。多くの人に作品を見せることが自分の絵の需要があるかないかを
を判断する材料になるのは分かったんだけどさ、でもね、コメントされるアドバイスの内容を見ていると、もうどれを取り入れればいいのか分かんなくなっちゃうんだよね。はい、そうなんですよね。最初はあまり反応がなかったけど、SNS 投稿を続けて、さっき言ったファーストステップをクリアすると、ある程度の反応が得られる状態に変化していくと思います。そうなった場合、さらに絵の改善をしたかったら、プロの人に作品を見せるという手段も、需要がある絵を目指す上では有効な手段になってくると思います。プロに作品を見てもらえば、クオリティ面で需要を満たせているのか、作品のジャンルや傾向として需要を満たせているのか、かなり参考になる部分が大きいと思います。間違えても SNS に投稿されたそのコメントのアドバイスは鵜呑みにしないでくださいね。アドバイスを参考にするのであれば、自分自身がこの人の意見は聞きたいと心から思える人からのアドバイスに留めてください。それ以外の人からのアドバイスはむしろ聞き入れない方がいいです。特にね、SNS に投稿されるような誰かもわからないような人たちからのアドバイスはそんなにね、意味がありません。というか逆効果である可能性の方が大きいです。 SNS って多くの人の反応を見るには適しているんですけど、じゃあそこで作品を見てアドバイスしてくる人が何か実績を積んだ人かどうかっていうところまでは分かんなかったりするじゃないですか。実績がない人からのアドバイスほど怖いものっていうのはないですから、そこには注意が必要です。だってそんなことを判断できるような人であれば、そもそも自分で成果を上げているはずじゃないですか。だからね、よくわからないアドバイスをもらったとしても、自分の絵に対してそんな風に反応するんだってね、そのぐらいに捉えておくことが大事です。いや、当然ですよ。絵についてどうすればもっと多くの人に受けるような魅力的な絵にできるかなんて、プロにすら判断するのが難しいんです。だって多くのプロだってそこについて日々頭を悩ませているわけなんですから。だからそもそも人の絵について的確にその判断ができる人なんてそもそもめちゃくちゃ少ないんです。ですので、もっとこうした方がいいよっていうコメントがついたとしても、そのアドバイスについては気にしないのが賢明です。ここは注意してくださいね。で、ここでね、じゃあアドバイスが欲しかったら誰にアドバイスしてもらえばいいのって思いますよね。そこでプロなんです。絵でね、ちゃんと生計を立てられているプロの方に質問を投げかけてみてください。多分さっきの第一段階で言った Twitter で作品を投稿するよりは難しくなると思うんですが、今ってね、結構プロの方と知り合いになれる機会が増えてきました。それに Twitter スペースや Discord などでプロに質問を投げかけられる機会も増えてきましたよね。実際ね、僕も何度かそういうスペースを立ち上げたことがありますし、他のイラストレーターさんもやられているのをよく見かけます。ちょっとのね、勇気さえあれば誰でもそういう機会を得ることができますので、チャレンジしてみてください。ただね、こういう人もいると思うんです。私はプロの意見を聞くのはちょっと難しいから、お父さんとかお母さんに絵を見てもらって、そして感想をもらっていますって人。これはね、ちょっと微笑ましいので、いいね、頑張ってるねって肯定してあげたいんですが、あくまで今回のテーマ、需要がある絵を描いて人気絵師になりたいという目的がある場合にはですね、これはちょっと心苦しいですが、間違いです。ごめんなさい。ちょっとね、厳しい意見かもしれないんですが、お父さんとかお母さんに絵を見せても的確なアドバイスは返ってきません。だって、お父さんお母さん絵のプロですか？違いますよね。そういう意味においては、お父さんとかお母さんの意見って SNS につく1コメントと同じぐらいの価値しかありません。いや、場合によってはもっと悪いかもしれないです。家族ってね、アドバイスをもらうためにはちょっとね、距離が近すぎるんですよね。だって家族ってね、少なからず自分の将来に対して責任を感じている人が多いですから、ある程度意図的に自分が持っていきたい方向に対して誘導してくることが多いんですよね。例えばこの絵悪くはないんだけど、でもお前にはね、そういう才能ないから、お父さんのように経済学部に進みなさい。そっちの方が絶対安定するから。とかね、もう冷静にあなたの実力だけを見て判断してくれるわけじゃないんですよ。そういう意味でね、実際僕も家族のアドバイスって一度も参考にしたことはないですね。別に仲悪いわけじゃないですけどね。少なくとも絵に対して人気
気絵師になるためのアドバイスが欲しかったら、これについてはもうプロの人にアドバイスをもらう以外の選択肢は考えられません。そこだけは注意してくださいね。不特定多数の人に絵を見せて反応をもらうこと、そしてプロにアドバイスをもらって絵を改善していくこと、この2つを実行できれば時間はかかると思いますが、おのずと自分の作品でお金をもらうことができるくらいまでにはなるはずです。ここまでが世の中の需要を満たす人気絵師になる過程での第2段階ですね。ただね、その先もあって、それが中田さんがおっしゃっているプロは需要をどうやって判断しているのかという部分にもなってくると思います。それについては次にお話ししますね。依頼者に作品を見せる第3段階。ここからはプロになった後、ある程度自分の絵に注文が入ったりして、その売り物に対して買い手がいる状態にならないと実現しない需要の満たし方、客観性の身につけ方なんですが、これはですね、自分の絵に対してラフ、途中段階、そして完成図をお客さんに見せて、その段階ごとのお客さんの反応を見るというのがあります。そして実はこれが一番需要という部分についてはダイレクトに反応が返ってきて、そして一番参考になる方法です。考えてみれば当然ですよね。だって相手は本当にお金を払ってあなたの作品を買おうとしている、もう需要そのもの。もう言ってみればね、もう需要の化身ですよ。その人の反応がそのまま需要を満たせているかどうかに直結するわけですから、わかりやすくその人を喜ばせることができれば、それはもう俺の絵には需要があると胸を張っていいでしょう。でね、これはちょっと聞く人によってはびっくりしちゃうかもしれませんし、絵描きにとってはかなり意外な事実をここで気づく人も出てくると思います。それは絵はクオリティが高いことだけが需要じゃないという事実です。ちょっとね、誤解されるかもしれませんが、あえて言いますね。あなたが最大100クオリティを出せるとしても、依頼者があなたに対してクオリティを100出してほしいかというと、場合によってはそうじゃないこともすごく多いんですよ。これちょっとびっくりしちゃいますよね。これはなぜかというと、理由は2つあります。1つは業界の違いによるクオリティに対する感じ方のギャップです。クオリティに対する捉え方って業界によってかなり差があります。例えばね、カラーラフをお客さんに見せたら、これラフなの？もう、完成じゃないの？これでいいよって言われる業界もあります。これはね、比較的回転が速くて、週替わりにバンバン新しいコンテンツを提供していくような、そういうスタイルの業界に多いと思います。対してその逆に、完成だと思った絵をお客さんに見せたけど、これまだ完成してないんじゃない？もうちょっとここ書き込んでほしいなって言われることもあるんです。これはね、もう一つのコンテンツに対して何ヶ月もかけてじっくり作り上げていくような、そういう業界の場合ですね。そういう業界はより高いクオリティを求めがちだと思います。そしてこういう感覚ってお客さんを相手にしてみないと全然つかめない感覚なんですよ。こればかりはね、もう第2段階で紹介したプロに対して意見を聞いたとしても全然わからない感覚だと思いますね。なぜかっていうと、プロの意見は厳しすぎる場合があるからです。その道のプロの作家さんってこだわりが強いことが多いですから、クオリティに対する目が人一倍厳しいんです。だからプロが要求するクオリティのラインって必要以上に高いことが多いんですよね。でもお客さんが絶対そうかっていうと、そんなことはなかったりします。ではお客さんはクオリティ以外にどこに需要を感じているのか、それが理由の2つ目になります。お客さんが求める需要はクオリティだけじゃありません。というか、こっちの方がむしろ大事に思っている人もいると思います。それが納期ですね。納期、つまり締め切りのことです。納期をきっちり守って素早く対応してくれること。ここにこそ需要を感じている依頼者というのもすごく多いんです。これがね、必ずしも 100% のクオリティを出さなくてもいい理由の一つです。むしろ納期の範囲内で変じゃないクオリティのものを出してくれればいいっていうお客さんも多いので、この場合にはね、ちょっと言い方悪いかもしれませんが、最低限このクオリティだったら許されるという最低
低ラインが分かったりします。絵描きにとっては不本意な事実かもしれません。でも実はこれってプロを続けていくためには重要なことで、クオリティ100のもう最高の出来栄えの作品だけを目指しているとですね、厳しい納期に作品を収めなきゃいけないっていう場合には納期が間に合わないっていうことも絶対に出てきちゃいます。でもね、最低限許されるクオリティが分かっていれば、この最低ラインで提供することはなくても、これ以上のクオリティが出せていればお客さんは満足してくれるだろうし、自分も許せる範囲だっていう範囲が自分でもわかるじゃないですか。よりお客さんの需要を深く理解した状態になれるってことです。プロは仕事をしていく中で、経験の中でそういった需要を、そして客観性を育てているように思います。中田さんは現時点で需要という言葉を使って感度高くアンテナを張っている状態だと思いますので、そもそもこういった質問を投げかけてくださったんだと思います。非常に難しく身につけるのはね、なかなか大変な感覚かもしれませんが、もともと中田さんはそういった感覚に対して敏感なセンスをお持ちだと思いますので、必ず身につけられるはずだと信じています。諦めないで応援しています。以上が今日僕が伝えたかったことです。いかがだったでしょうか。また今回解説したのは、広くどんな作品についても共通して言えるような広い意味で需要を満たすにはどうすればいいのかっていう解説だったんですが、イラストを描いていく上での流行りや廃り、そういった需要を満たすにはどう考えたらいいのかという問題も含まれると思うんですね。そこまで気になるのであれば、こちらの動画、大胆予想、2020年以降に流行る絵柄予想、絵の流行りは〇〇に影響されているがおすすめです。まさか景気の良し悪しが絵柄の流行りに影響しているなんていう僕なりの分析方法も紹介した動画になっております。興味がある方はこちらも合わせてチェックしてみてくださいね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。ということで再放送をお届けしました。いかがだったでしょうか。新チャンネルのチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。